今回の産業まとめ。台湾企業が中国の半導体工場拡張。中国企業潰し。専門家の指摘。韓英メディアがネット世論潰しに。台湾の半導体メーカー TSMC が中国南京市の工場拡張を計画していますが、これに対して SNS などで反対意見が飛び交っています。TSMC は先月30億ドル近くの追加投資を行って28ナノメートルの半導体生産ラインを増設し、自動車関連の半導体を供給するとしています。しかし中国の専門家は中国当局に対し、南京工場拡張計画を中止しなければならないと公然と要求してネットの支持を得ています。TSMC の工場拡張によって価格が下落し、中国地元企業にとって成長が阻害される脅威となると主張しています。また、TSMC は米国アリゾナ州に5ナノメートルラインを建設するとしていますが、これは中国が最先端技術に触れられないようにするためだと指摘しました。この投稿を受けて SNS 上では詐欺、低価格ダンピング、精密打撃などの民族主義的な批判の声が上がり、工場拡張反対が大きなうねりとなっています。韓英メディア新華社通信はこうしたネットの声に反撃するコラムを発表し、各メディアに掲載しました。新華社は半導体にナショナリズム的な考えは不要だとしてネットでの指摘を批判し、自給率向上のための我慢の時期だと定義しています。中国の半導体産業と世界のギャップを認め、長期的な発展のために近視眼的な行動や誇張は妨げになると警告しています。最終的には世界が中国の半導体に依存し、逃れられないようにする必要があると将来の展望を語っています。しかし専門家はこんなものは台湾を支持する勢力や国民党を憎む輩だとして記者を痛烈に批判、新華社を無能で恥知らずと罵っています。編集書簡。今回の概要。なぜ中国本土の工場拡張なのか。 TSMC が嫌われる理由。新華社を真っ向から切りつける。この報道は表面の殴り合いだけ切り取るだけでもとても面白いですが、背景の方から詳しく見ていきましょう。 TSMC は世界最大規模の半導体製造メーカーで、多くの企業から注文を受けて半導体を生産しています。ここのところの半導体供給不足問題があったことも関連し、各メーカーは工場拡張を発表し、将来的な需要の拡大に備えています。米国は TSMC やサムスン電子に米国に工場を建設するよう打診し、この計画は前進しています。さらに韓国は先日、K 半導体だとか言って、今後10年間で大規模な投資を行い、将来の産業として育成していくと宣言しました。また偏った企業にだけ投資されて偏った成長をしちゃうんじゃないかと懸念もありますけど、半導体産業では圧倒的に遅れている中国としては、国産化率を急いで高めなければなりません。ただ、なかなか技術力が向上しない。製造2025では2025年までに半導体自給率を 70% まで引き上げるという大胆な目標を打ち出しましたが、すでに達成不可だとして静かになっています。他の産業では急激な追い上げを見せましたが、半導体は中国にとっては鬼門となりました。過去の人材を引き抜いても追いつけない。各国が中国への技術流出の警戒水位を高めているため最先端技術へのアクセスは非常に難しくなっています。そのためそれほど先端ではないものでも良いので、国内需給を高めていこうというのが今回の南京工場拡張計画の狙いです。これは TSMC が南京市との間で合意したというだけのものではなく、当然中央の承認を得ているものです。すなわちこれは中央の方針なのです。それに一回の専門家がナショナリズムを掲げて批判を展開し、ネットで多くの賛同を得てしまったことは大きな誤算だったでしょう。中国政府がこの数十年間で形成してきた過度な愛国主義が、思わぬ形で歯向かっているわけです。この専門家を称する人は、以前から過激な発言でちょっとした有名人のようですね。専門的な知識の深さについてはわかりませんが、中国政府はあくまで理論的にこの騒動を沈静化させようと考えたのか、新華社通信を通じた記事で封じ込めに乗り出しました。中国は建前的に覇権的ではないとか、多国主義で偏ったいくつかの国の同盟や民族主義的なものは批判しています。
教育では中華への愛国を謳いまくっていますけどね。このあからさまな矛盾とこれまで共存していたわけです。しかしネット愛国者というのは恐ろしいもので、偉大なる中華帝国を愛するあまり、中央の建前に対して真正面から切りつけてしまったわけです。この専門家も新華社の論評をボコボコにし、記事に関連した記者にまで無能扱い、文章まで下品でナンセンスだと罵っているわけです。なぜこうした反中勢力が記事を書いているのか、これを支持するのは反国民党の外国勢力だけだと激しい言葉を使っています。TSMC が愛国者から批判される理由として、彼らはファーウェイへの供給を断った企業だからというのがあります。また、日米欧韓などで形成される半導体同盟の主要メンバーであり、この同盟が中国抜きのサプライチェーンを構築しようとしていると見ているからです。この論争はまさに現在進行形で行われていて、報道で過熱したこともあって、新華社か中央政府が何らかのさらなる対策を講じるかもしれません。アカウント削除とかはないかな。これまでにも似たような感じで何度も論争を起こしていますが、アカウントは今と変わっていないようなので。そしてその度に別のネット愛国者と論争になっているようですね。いわゆるネットの騒がしい人のようです。また、発言があまりにもひどいので、そういった点でも非難されています。支持者からは面白がられるんでしょうけど。彼の意見はもちろん一理ありますが、今の中国の現状を考えると理想主義にしか過ぎず、現実的ではないと思います。中国の技術系メディアもそういった観点から彼の意見を批判しています。こういうのはただ中国政府の方針に賛同する御用メディアなので意味はないけど、そのうち熱も冷めるので、これ以上は盛り上がらないと思いますが、一応彼のウェイボーアカウントもブックマークしておこうかな。これって TSMC が台湾企業だから嫌なのかな？ TSMC は巨大企業で技術力もダントツだからね。成長中の中国企業が潰される懸念があるんだよ。え？そんなにすごいの？でも、台湾は一応中国ってことだよね。だったらいいんじゃない？台湾企業だけど台湾は思想が自由だし、中国の外交方針の影響を直接は受けないから海外企業も同然なんだよ。そこは一つの中国じゃないんだ。それ突っ込んだらダメなのかも。まあみんな知ってることだけど。28ナノメートルって何なの？最新じゃないってことだけど。数字が小さくなるほど集積度が高くなるんだよ。今は4とか5とか、そのうち2ナノメートルになると言われているね。じゃあ全然大したことないんだね。大したことないから怒ってるの？そう、それもあるんだと思う。国内に最新技術が導入されれば他の企業への後押しになるとか思ってるのかな。別にそれはないと思うけど。ただ、28ナノメートルの製品は中国企業が徐々に国内シェアを伸ばしていたところなんだけど、TSMC の参入でそこが潰されるかもしれないんだよ。儲からなくなるってこと？でも仕方ないんじゃない？競争社会だから。そうなんだけどね。同じくらいの技術力の数社が競っているところに巨人が出てきたら太刀打ちできないし、収益も悪化するってことなんだよ。じゃあどうするの？どうしようもないよね。だからネットで騒ぎになっているんだよね。ただ、台湾はつい先日も停電があったりして、生産拠点としては不安視されている部分もあるんだよ。それでその懸念を払拭するためには中国で十分な量を生産できる体制を作りたいという中国側の狙いがあるんだと思う。じゃあ仕方ないんだ。なんで専門家は怒ってるの？ちょっと盲目的な愛国主義者だからじゃないの？中国政府ってご都合主義だから、今回は現実的に問題解決をしたいんだよ。だから愛国はいらないの。じゃあずっと喧嘩を続けることになるのかな？どうするんだろうね。あまりに騒がしくて影響を及ぼすようだと次の対策が必要だろうけど。消しちゃえば終わりじゃない？まあ、最終的にはお茶を飲ませて削除させるのかもしれないけどね。プレミア公開のチャットをね、時々影からこっそり覗いてたり、後でじっくり見たりしてるの。知ってる。挨拶くらいすればいいのに。やだ。隠れキャラだもん。隠れる必要ないじゃん。昨日だったっけ？
この最後のコーナー楽しみって言ってくれてた人がいて嬉しかったんだ。男は野獣さんだったかな。人によってはおまけが本編だって言ってるからね。喜んでくれてる人がいるとやる気出るよね。仕事中にも、今日は何を話そうかなとか考えちゃう。ちょっとしたコメントやチャットの投稿も嬉しいもんだよね。このおまけコーナー、白雪さんがメインで担当してから60回くらいになるよ。もうそんなになるんだ。現実だと私、数人の前ならとっても面白く話せるのに、10人以上いる場では途端に話し下手になっちゃうんだよね。頭の中が真っ白になって。そのフレーズ、千葉吉兆を思い出すよ。最近はちょっとだけ人前で話すことに慣れてきたけど、社会人になったばかりの頃は、上がり症という病気なのかなと思うほど緊張しちゃって大変で、上がり症を治す方法とかいう本を何冊か買って読んだりしてたもんね。そんなので治るの？てか何冊も買ったってことはどれもダメってことだよね。うん。どの本も結果としては、うまく話そうとしない、失敗を恐れないで終わってるの。あれだね。本の最後から読めばオチがわかるパターンだね。なんだかんだで、結局はコツコツと経験値を稼いでレベルアップするしかないんだなって分かったよ。大勢の前でうまくプレゼンできた時は、終わった時に自分の頭の上で、パラパラッパパーって音楽が聞こえて、白雪さんの経験値が上がったってわかるよね。そういうのあるでしょ？ないよ。ほっとして終わり。それ、経験値じゃなくてレベルが上がったじゃないの？どっちでもいいんだよ。HP って経験値でしょ？ HP はヒットポイントだから体力だよ。経験値はエクスペリエンスポイントだよ。そうそう。毎晩動物さんのいる島に出かけてるんだけどね。そこでの経験値も上がってるんだ。いろいろものを作れるようになったんだよ。和風の墓石とか、獅子おどしとか。最近はお気に入りの可愛い動物さんの後をこっそりついて歩くのが楽しいの。どこ行って何するのかなって。それってストーカー行為だよね。違うよ。見守りだよ。それで、時々動物さん同士で喧嘩したりするから仲裁に入ったり、仲直りのプレゼントを届けに行ったりしてるよ。そんなことまでするんだ。最近のって。ゆるりん、今度遊びに来てね。可愛い動物さんたちを紹介するよ。そんな暇あるかどうか。毎日記事を書くのでヒーヒー言ってるのに。